まあ、そんな感じで飛鳥先輩のね、性格診断をしていったわけなんだけれども、はい、ちなみに全然気になる人いるかどうかわからないけど、私今もやりました。見たい。いや、やっぱり比べてどうっていう見たいじゃん、やっぱり。そうだね。じゃあこの結果をババンといきます。はい、ババン。バじっくり考える。2、察しがいい。3、かなり繊細。ーン。4、妥協とは無縁。5、好奇心、警戒心旺盛。6、一人の時間も大事。7、周りに合わせがち。8がちょっとドライ。へー。どうですか、飛鳥さん。もうなんか納得。警戒心旺盛。警戒心旺盛って初めて聞いたわ。そうだね。まあ、人見知り、今言ってしまえば人見知りなのよ。まあ、最初の入り口がってことだよね。警戒心が旺盛ということは。そうで、私さっきの207ってあったでしょ、私の数字見て。やばい。4323人に1人。私こんなに違うんだよ。だから飛鳥はめっちゃいいんだって。いい性格してるよ。へえ。いや、運命の人に出会える気がしてきた。でもね、この確率でも私は出会えたからねえ、おかしいのよ。まだ私が出会ってないの。まだ私が出会ってないのおかしいんよ。だからまあね、まあ、そんなこともあるよっていう、あくまで確率だからね、そう確率の話だから。そんなこともあるよ。お、原石。これはちょっと飛鳥に読んでいただこう。あれでもさ、なんかちょっと似てるっていうかさ。いきますね。優れた観察眼で切れ者アーティスト、修行僧、危険予知力、没知力、包容力、作詞がユマの原石。へえ。なんか似てるね。似てるよね。だから私と違って、だから修行僧とか包容力とか危険予知力っていうところがなんか包容力とか原石なんだって原石の包容力ってなんだろうねなんかだから私の場合はなんか地道に頑張る系なのかなって思ったけどね、これ見てて。なんかみんなと何かするっていうよりはどっちかっていうと没知力もそうだけど、飛鳥先輩とはまた別の方向の没知力なのかなって思った。そんな感じはする。修行僧だから修行僧だから修行しに滝行行こうかな。行ってみようかな。ちょっと興味あんだよね。しかもちょっと行ってみたくない？滝行行ってみたいね。滝行やってみたいんだよねね、やってみたいんだよね、まあそのうち企画でね実現するかね、やろうねそう実現するかも。やるんだったら夏にしようねもちろん、まあ、このM グラム、2人の相性も見れるっていうことで、それもちょっと飛鳥と私ユマのね相性をちょっと見ていこうと思います。大事よ、このチャンネルをやっていく上でそうだよ、大事だよ。もう今遠距離恋愛中みたいなもんなんだから。そうね。M グラムでいうと2人の真相性格っていうのが出る、ということで見ていきましょう。こんな感じです。まず私たちの似ているところトップ3、少しドライ、落ち着きがある。まあそうじゃない？せやね、で2人とも敏感で、違うところがストレス処理力が全然違うどう違うのこれ違う道でストレス発散してるんじゃない？はい、道が
違うっていう意味かな。こっちとこっち。そう、なんかストレスが起きてる時にどうやって対処するかが違うってことでしょ。頑固さが全然違う。私絶対めちゃくちゃ頑固だと思う。そしてでもアスカもなんか別のところで頑固そうではあるけどね。うん。私もそうだと思うよ。そして、3つ目が用心深さが全然違う。だからここは対照的なのかな。そうだね、警戒心旺盛なユマと、誘惑に弱いそういうことなの？そういうこと、用心深さって用心深いだからね。そういう確かに。でも警戒心とかあんまりないもんな。まあ人懐っこいって感じなのかな、アスカはね、もっと。私は最初の壁が分厚いっていうところが違うんだと思う。アスカの場合はきっと知って仲良くなりたいって思ったか思ってないかの後の多分用心深さが変わると思うんだけど、多分そこが違うのかもね。ユマは1枚目の壁だなって思う。そう分厚いそう1枚目の壁ドーンみたいな。ここの壁がこんなに一番最初これをドカーンってやんないとぶち破っていくかね、自分から開くかどっちかだけど、アスカの場合はある程度行ってみて、あれ意外と難しいぞみたいな、意外となんかすごい、そうね、鍵をいろいろしないと開かなかったこの先みたいな。そう、確かに何本もいるかもしれない、鍵が。ラスボスぐらいでちょっとつまずく人が結構いるかもしれないみたいな。こうラスト1枚みたいなところで開けれないみたいなそう感じかも。こんな例えしてるねでもまあそんな感じだよね、例えるならば今の例えめちゃくちゃ分かりやすかった、この2人の違い。その人に厳しいわけじゃない、ただ私の壁が厚いだけであって、その人は何も悪くない。そう、自分の問題だからねアスカとユマの深層性格。似ているところは一般に合うところと解釈してください。無意識に考えが近くなる部分。はいそうだね。違うところは合わない可能性が高くなります。もちろん性格的な許容度もあるため一概には言えませんが、無意識に考えがずれやすい部分です。アスカもユマも合理的なところが似ています。ユマはアスカに対して他者へのストレスを感じさせにくい人という印象を受けます。アスカがストレスを人に与えない人ってことだよね。日本語わからないんだけど感じさせにくい人でしょ。ってことはアスカが他者へストレスを与えない人だなっていう印象がある。日本語って難しい、ほんとなんかややこしく書いてあるけど多分そういうことで。なるほどね。今は自分の意思を強く持っているため、アスカに対して他者の意見を生かすのが上手な人という印象を受けます。アスカの臨機応変な進め方と今の一度決めたらやり抜く姿勢を組み合わせることで定めた目標に向かってぶれない行動ができます。なんかこれ良くないか？これさ、もう今まさにじゃない？これ。なんかこれを始めたところに戻るけどさ、私がこれやったらみたいなどんどん勝手に進めてってさ、それにアスカがさ臨機応変に合わせていく。いいよ、やるわいいよこれやってみみたいなやるみたいな。いやもう今回の企画もまさにだよね。なんかそんな感じだよね。てかなんかもうさ、なんか一番最初からこれじゃない？なんか別にわざわざこれをやらずともまあ分かってたよね
やばい、衝撃的な衝撃的な事実かもしれないけど、意外ともう私知ってた。だから確認かな、これ今日のこれは今日のこれは確認みたいな感じになっちゃったかな。いやー、まあ、Twitch 始めたのもそうだし YouTube も私が乗っかって一緒にはいって言ってポーンって始めたけどさ、管理っていう部分もさおざなりにならずにさ、なんかそれはまあもうお互いそうだけどね、次どうするとかやっていけるのもまあお互いにいいところをこうね使い合ってるからかもしれないね。ここが組み合わさっていることで、目標に向かってぶれない行動ができていると。素晴らしい。そのように M グラムが、診断しています。後押ししてくれてるね。素晴らしい素晴らしいでございました。今回どうだった？納得って感じだよね、もはや、ね。まあまあ納得ではあるね。なんかやってみることで自分のね長所、短所はちょっとよく分かんないけど再確認するっていうかさ、それもなんか今後にそういえば自分ってこういう人だったなみたいな自己分析して次につなげるっていう意味ではやってみるのってすごい良かったかも。そうだね。全然自分では思ったことなかったけど、そういう一面も自分の性格にはあるんだみたいなのを入れとくだけで違う気がする。ある日ある日何かの機会があった時にそういえば私ってみたいな、こういう傾向があるからじゃあもうちょっと抑えてみようとか、自分は一人の時間も大切だからそういう時は一人でいるのは悪いことじゃないんだって思ったりとかね。面白かったね。面白かった人の見るのも面白いわ本当に。確かにそう人のと比べてみるから面白いっていうのもあるね、やっぱり。この M グラムっていうサイトが英語がねなくて日本語でしかこれは出ていない診断なんで、日本語を読む練習として一度挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日はアスカが M グラム性格診断をやってみました。そして2人の相性なんかも診断してみました。面白かったよという方、または自分も挑戦してみたいよという方、もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。